よし、皆さんこんにちは。ひたちです。この動画では N2 の表現を104個かな解説していこうと思います。では、スタート。まず、一番最初は、以上はっていう文型です。これは動詞の普通形、な形容詞、名詞プラスである以上は。で、意味は A だから当然 B だという意味です。例えば、日本語を勉強する以上は N2 に合格したい。日本語を勉強する以上は N2 に合格したい。これは日本語を勉強するんだから当然 N2 に合格したいよね。こういう気持ちを表しています。で、この当然っていうのはみんなの当然じゃなくて私の当然、あなたの当然、主観的な意見で OK です。そして、この以上はっていうのは、相手に注意をするときとか、警告、warning をするときに使うことができます。例えば、こんな風に使います。日立、これから一人で暮らす以上、お金はちゃんと自分で管理するのよ。いや、わかってるよ。大丈夫だよ。はい。お母さんが、もう一人で暮らす以上、お金は自分で管理するのよ。一人暮らしを始める、自分の子供に向かって、一人暮らしをするんだから、当然、お金は自分で管理しないといけない。本当に大丈夫っていうような時に、今のは使ってたんだね。で、他にも、これ当然だよね。寿司を食べる以上はお金がなくなるのは当然だよね。お金がなくなるのは当然だよね。お金はないんだよ。寿司高いからさ。で、他、勉強する以上、iPhone の電源は、切っておこう。やっぱりね、iPhone とかがあると、当然、YouTube とか、アニメとか、いろんなものを見てしまう。から、勉強する以上、iPhone の電源は切っておこう。これも、人によってそうするかどうかは違いますね。働かない以上は、お金がもらえないのは、当然だよね。働きましょう。働きたくないんだよな、でも。人間である以上、食事をしないと生きていけない。これは、当然の方だね。あの女優は綺麗である以上、女性にも人気がある。綺麗だから当然っていう意味で使われています。な形容詞の使い方の例でした。じゃあ、次の文法です。次の文法は、うちに。これね、すごくよく使う文型です。動詞の辞書形、内形。意形容詞も内形。な形容詞も通形、辞書形、内形。名詞はのうちに。で、意味は変化っていう風に覚えてもらうと忘れないと思います。うちにっていうのは何かをしている時、何かをしているこの間に何かが変わるっていう意味です。でも、辞書形の時には何かの間に、この間に何かが変わる。で、内形の時には何かが変わる前に何かをします。例えば、一番の例だったら、友達とゲームしているうちに、朝になっていた。これは夜から朝への変化だよね。もう一つ、冷めないうちに食べてね。冷めないうちに食べてね。だったら、温かいご飯。温かいっていう状態が終わるこの前、温かい状態の間に食べてねっていうような意味になります。で、この1番の
何かが変わる、何かの間に何かが変わるっていう意味は、ている系、食べているとか、飲んでいるっていうのと一緒に使うことが多いです。で、間にっていうのとはちょっと違います。少し、例と例文を見てみましょう。はい、みんないいですか？これ、忘れないうちにメモしておいてくださいね。ちゃんとメモして。覚えてるうちにメモしといた方がいいよ。はい。忘れないうちにメモをしておいてくださいね。っていう風に言っていました。っていうことは、これ、覚えているうちにメモしておこう。っていう意味にもなるよね。これ、同じ意味です。アニメを見ているうちに日本語が少しずつ分かってきた。これだったら、アニメを見ているっていうこの間に日本語が分からないから分かるに変化をしている。なんか難しいと思っていたけど、勉強するうちに面白くなってきた。っていうのだったら、前は面白くなかったけど、この勉強しているこの間に面白いっていう変化が起こったっていう時にこのうちにが使われています。じゃあ、間にとうちにどういう違いがあるかっていうと、間にっていうのはこの A と B のこの間に起こったこと、この時間の中で起こったことなら何でも表現できます。例えば、勉強している間に音楽を聴く。これは変化じゃないよね。ずっと音楽を聴いていますっていう感じ。勉強している間に歌を覚えた。勉強している間に音楽を聴いて、歌を覚えた。この A と B の間でしていること。どっちでも OK です。でも、うちにっていうのは何か変化がある言葉なので、勉強しているうちに歌を覚えた。これは歌を覚えていないっていう状態から歌を覚えるっていう変化がこの中で起こったっていうことを表しています。逆に勉強しているうちに音楽を聴く。これ特に変化が起こってないよね。だからそういう時には間に。で、変化があったんだよっていうのを相手に強く言いたい時にはうちにっていうのを使った方がいいです。次。何々得るとか何々売るっていう言葉です。動詞のます形プラス得る。売る。で、意味は何々かもしれないとか可能性があるっていう時にこの得るとか売るっていうのを使います。この道は危ないので事故が起こりうる。起こり得る。こんなに曲がっている道だと事故が起こるかもしれない。で、これ得ると売るどっちなのっていう人がよくいます。基本は全部売るです。売るって言えば間違いないです。でも、起こり、あり、なり、特別なこの3つの言葉の時には、売るでもいいし、得るでもいいです。つまり、起こり得るとか、あり得る、なり得る、起こるかもしれない、あるかもしれない、なるかもしれない。この3つの言葉の時には、得るっていう方が多いと思います。で、内形とか多形プラスこの漢字の時には必ず得た、得ないっていう風になります。例えば、事故が
起こり得たのに何もしなかった。これ多形だから起こり得たっていう風には使うことができません。この道では事故は起こり得ない。後ろが内形だからうないじゃなくて得ないになります。じゃあ使い方を見てみましょこの前初めてのデートだったの。場所が居酒屋だったの。はぁ？初めてのデートで居酒屋はありえないでしょ。ないわ。う。はい。ありえないっていう言葉を、使っていました。よくね、日本人はこのありえないっていう言葉を使います。ありえないっていうので、可能性がない。あの女の子が話していたんだったら、例えば付き合う可能性がないとか、私だったらそんなことはもうできない、考えられないっていう意味で、ありえないっていう言葉を使います。他にも例文。例えば、N2 全部は1時間で勉強し得る量ではないよね。すごく多いです。100個よりももっとたくさんある。今の成績なら合格し得るけど、合格できる可能性があるけど、大丈夫かな。N1 は日本人でも間違えうる問題がある。これね、本当です。日本人でも聞いたことがない N1 の表現とかって結構あるから、それを覚えられるみんなってすごい人なのよ。だから日本人も日本語お上手ですねって言ってしまう。じゃあ次に行きましょう。何々か何々かのうちにっていう文型です。これは動詞の辞書形かプラス辞書形じゃない内形かのうちに。例えば食べるか食べないかのうちにとか、飲むか飲まないかのうちに。同じ動詞が入ることが多いです。で、意味はすっごい早い。超早いっていう意味です。例えば彼は授業が終わるか終わらないかのうちに帰っていった。これだったら、彼は授業が終わるか、終わらないか、ここがちょっとわからないくらい。終わる前にはもう帰る準備をして、立っているぐらい早いよっていう意味です。で、こんなこと本当にはないから、これは強調。自分が見たこととかを強く言いたい時に使う言葉なので、別に本当じゃなくていいです。終わるか終わらないかのうちにっていうのは、もう終わる1秒前くらいには、ここが終わるのに、もうここから教室を出ようとしている感じが出てきています。それぐらい早いっていうことだね。じゃあ、例文を見てみましょう。うちの子供、家に帰るか帰らないかのうちにゲームをし始めるのよ。うちもそんなもんよ。子供はゲーム好きだから。みんなの子供の頃はどうでしたか？俺も結構家に帰るか帰らないかのうちにゲームをしたりすることが多かったです。それぐらい早くゲームをしているっていうのを自分のお父さんとかお母さんは感じているのかもしれないです。例えば、じゃあみんなが大人になって居酒屋に行ってお酒を飲んでいると、全部飲み終わるか飲み終わらないかのうちに次の飲み物が来ることってない。居酒屋じゃなくてもいいんだけど、もう来た。すごい早い。朝になるかならないかのうちに夫はどこかに行った。それぐらい朝が早かったっていうことだね。この夫は一体どこに行くんでしょうかね。多分朝だから釣りとかに行くのかな、イメージね。
アニメがアップロードされるかされないかのうちにみんなそのアニメを見始めた。それぐらいそのアニメが面白くてみんなが早く見ようっていう気持ちになっているっていうのをこの文章から考えることができます。さっきも言ったように別にこれ本当のことじゃなくていいので、アップロードされるかされないかのうちにっていうのは、普通だったらアップロードが終わるまでアニメは見れないんだけど、それぐらい早い気持ちだよっていうのを表しています。じゃあ次に行きましょう。